が学校にいる世界線が最高すぎ、見どころ満載なお腹いっぱい胸いっぱいの神回答は、のバラエティコンテンツエンオクロック。3月14日のホワイトデーに配信されたエンオクロックエピソード86のタイトルは、エンハイスクール一点。久々の学園系でワクワクだしすでに神回の予感。ビハインドでホワイトデーにあげたいメンバーは誰という質問にミキはいない。冗談 J さんにあげたい。キャンディーが似合うからとキャンディーボーイに認定されたジョンモンも J さんにあげますと答えた後、僕はキャンディー好きじゃないグミが好きとアピール。確かにグミ食べてるイメージあります。てか J 人気だな。では本編、まず一人ずつ教室に入ってくるメンバー。好きな席に座ればいいのですが、なぜか後ろの席から埋まっていく感じ。内向的なメンバーが多いエナプっぽいな。登場で特に印象に残ったのは、ジョンモンが見るからに可愛い制服姿となんか恐竜のゆるキャラなぬいぐるみを持って教卓に着くと、ここの番長は誰と喧嘩売りに来たし、全く怖さがないというか、ただただ可愛くてメンバーも可愛いなと微笑み笑い。一人目の自己紹介は末っ子2期から、や、みんな、とぎこちなく挨拶するとメンバーすでに爆笑。僕はダンス部で2期と言うよ、オッケー。と急にダンスを披露し、膝からポキポキと音が。最初っから癖強いな。古生物研究部のジョンモン、サッカー部のジェイクと続き、マジック部のヒスンが登場。バレバレのマジックを披露した後、1905年生まれの副学生 J の自己紹介に、黒板に、おしゃべりした人と書かれちくられてる J、犯人ジョンモン。J いじりは通常通りですよね。地味に2期も黒板に名前書かれてます。そしてバンド部の J はネクタイ長すぎて、そこは誰も突っ込んでなかったけど気になるな。次の生徒、書道部のパクソンフンは不正投票で学級委員に就任。最後生科部のソヌのパンスキアピールが終わり、無事7人の自己紹介が終了。このクラス、問題児が多そうな予感しかしないです。さて自己紹介が終わりましたが、学園ものといえば先生役が必要ですよね。でもメンバー全員生徒で入ってきたけど誰が先生するのかなと見ていると、不正投票で学級委員に就任したソンフンが先生を呼びに行くと言って出ていくと、戻ってきた時には先生の姿に変身。アーヤでメガネソンフンイケメンすぎ。メンバーが順番に先生になって授業を進め、美術の時間は2期が担当することに。なんとこの授業で日本語を話しまくる場面が。教卓にいる2期にソンフンが、先生、日本人ですかと日本語で質問。僕日本語ちょっとできますと敬語で話すソンフンに、あ、本当によろしくとタメ口2期。2期はタメ口タイムが大好きで、タイミングがあればここぞとばかりにヒョンたちにタメ口を使っていきますよね。そんな2期をソンフンはルセラフィムのうんちがホストを務めるうんちのスター日記にヒスンと出演した際に、うちの弟は兄をいじめるのに忙しいと話していました。今は先生役だもんね。思う存分にやっちゃえ。さて教室の日本語合戦の話に戻りますが、ジョンモンが日本語でキュンキュンですねと発言。ジェイクも急に僕のものですといきなり日本語で叫び出します。流れに乗って知ってる日本語を話したくなった生徒たち。エンジンは僕のものとおそらく最近覚えたであろう日本語を披露するジョンモン。メンバーたちも何がと突っ込み、ほんまそれだが可愛すぎたからもっかい言って、ジョンモンってほんとさらっとあざといですよね。困ったちゃんですよ全く。ジョンモンの可愛い魅力が詰まったコンテンツがちょうどこちらに用意されてますので、ぜひ合わせてご覧ください。年上アイドルを胸キュンさせたシーンなんて必見です。あっこ覚えたての日本語で告白してくるリアコ製造機ヒスンも見逃し不可です。翌週のエンオクロップエピソード87では、エンハイスクール2編を配信。学年主任ヒスン先生の授業からスタートでジェイクが結構テンション高め。成績が優秀だった3年4組にご褒美で食べ物を配るヒスン先生。各自好きなものを取っていくんですが、ソンフンは納豆をチョイス。最近お気に入りなの知ってるけどね。実はイル活中に納豆を食べてハマってしまったらしいんです。なかなか単体では食べにくそうだけど大丈夫って心配はよそに躊躇なくゲット。みんなバレないように教科書で隠しながら食べる姿が面白すぎです。しかしその中で様子がおかしい生徒が1名。シムジンエンとフルネームで呼ばれたジェイク。何してん、反対向きに座ってるのバレないようにフードかぶってるし。教室中が注目し爆笑。このジェイクがハイライトとして記憶に残った人多分多いはず。授業中ずっと騒がしいジェイクにファンの反応は、クラスの問題児ジェイクが面白い、いたずらするけど愛らしい、ジェイクの可愛さ 1000% 以上、ジェイクがクラスにいたら面白すぎる、
しかしジェイクだけじゃなくこのクラスいろいろおかしい。机の下でこっそり納豆をかき混ぜてるソンフンも地味に笑える。キンパを食べているところを発見されてしまったジョンウォン。膨らんだほっぺを親知らずなんですって言い訳に爆笑するヒスン先生。ああして似てって言われて開けた口が小さすぎたジョンウォン。くっそあざといクソ。先生もその可愛い口にご満悦で見逃します。先生、ジェイさんの口の中に何か入ってますと2期にチクられたジェイがってとぼけた顔するの好きすぎる。口開けてって言われてその通りにしたジェイに非難殺到。ああ汚いとメンバーたちニッコニコで笑うジェイク楽しそうだな。次はソヌ先生の体育の時間。本人は美術か技術か家庭科の先生が良かったらしいです。科目のチョイスがソヌらしくてほっこりするわ。番組の都合上今回は体育で我慢です。てかエンハイフンって負けず嫌いな人多いからスポーツになると撮影忘れて白熱しがちなんです。今回もみんな本気。弱気にならないでとチームに声をかけるジ。もう部活みたい。ジョンウォンも練習室でバドミントンした甲斐があったと普段からやっていることをアピール。ちなみにニキとジェイクは練習室でサッカーと野球をしていた時期があってその時に鏡を割ったり壁を壊してしまった過去があります。バドミントンしてるってことはボール禁止になったのかな。勝負はヒョンチームが優勝。お祝いセレモニーのテンション煽りスキルも高めでした。エンハイフンって内向的なメンバー多いんだけどこういう時は意外と弾けるんだよな。負けたチームに審判していたソヌ先生が合流。試合は接戦に。体育の先生が来たから良い感じだねとジョンウォン。やっぱリーダーは気が利く一言を言える男。ソヌ嬉しそう。前列にいる2期も後ろの人も取れるように言ってくださいとこっちもか。チームワーク最高だな。ちなみに2期は球技が苦手なソヌをサポートしてくれたり素晴らしき寸期の愛情を垣間見せてくれます。自然消滅を心配される寸期が熟年夫婦みたいになってるって話はこちらでソヌチームがどんどん加点していきマッチポイントに。番組の最後はエンジンにサランへポーズで終了。みんなでハートしてるの可愛すぎ。足ぴょんってなるのとか2期照れて小さいハートなの含め最高だったのではないでしょうか。普段はバチバチにステージで決めてるからこそエンオクロックは普段の気取らないメンバーたちのギャップが楽しいですよね。学園系の動画は過去も色々あるけど今回はバラエティ感満載で個人的に見応えあってよかったと思います。特にジェイクが生き生きしてたのが印象的でした。次回もどんなドタバタがあるのか期待ですね。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。